ガチポケと呼ばれる対戦環境の中心に位置するポケモンたち。彼らの中でも、ゲイフリの魔改造によってその名を手にしたポケモンを紹介するぜ。うわーん。どうしたんだレイム。聞いてマリサ。何回やっても私のゴリランダーがエースバーンに勝ってくれないの。タイプ相性があるからな、エースバーンの相手をさせるのは無理があるんだぜ。それにゴリランダーは今でも十分強いから、次回作で超絶強化の専門水だろうな。超絶強化？ああ。今まで不遇だったポケモンが次回作で急に化けるなんてことは、ポケモン界隈だとよくあるんだ。へえ、そういうことがあるのね。ねえマリサ、今まではどんなポケモンが強化されてきたのか知りたいわ。わかったぜ。じゃあ今回は不遇すぎて魔改造されたポケモンたちを紹介していくぜ。最初に紹介するのはマリルリだ。金銀が初出のポケモンだな。可愛らしくていかにも優遇されてそうに見えるけど、初登場時はかなりの不遇ポケモンだったんだぜ。まずはマリルリの種族値を見てもらおう。これってどうなのかしら？耐久値はそこそこあるものの、攻撃と特攻は進化前のポケモンと同レベルだ。ポッポの攻撃種族値が45といえばわかりやすいかもしれない。だいぶ低いのね。そうだ。だからアタッカーとしての運用はかなり厳しいんだが、固有の補助技も覚えないから。サポート性能も低く、対戦には不向きなポケモンだったんだ。せっかく可愛いのにもったいないわね。この子はいつから不遇から解放されるの？金銀の自作であるルビーサファイアエメラルドから徐々に強化されていくぜ。第3世代で追加された力持ちという特性。これがぶっ壊れだったんだ。ぶっ壊れ？ああ。自分の攻撃が2倍になるっていう単純かつ強力な効果で、特性込みでの実質的な攻撃種族値は性格個性ありで152。これはレックウザやグラードンをもしのぐ数値なんだぜ。めちゃくちゃ強化されたのね。だが、第3世代では水タイプの技は特殊判定だったから、本格的に強化されたのは、第4世代でタイプ一致の物理技滝登りを習得してからと言えるだろう。水、ノーマルの技範囲は非常に広く、汎用性の高いアタッカーとして、対戦でも広く使われるようなポケモンになったぜ。使いやすいポケモンは私も好きだわ。マリルリの強化はこんなものでは終わらないんだぜ。第5世代のブラックホワイトで特性装飾が追加され、草タイプをメタル手段を得たほか、第6世代、XY からマリルリはフェアリータイプが追加され、ドラゴンキラーとしての役割も担えるようになった。強化回数多すぎじゃない？だよな。ちなみにオメガル D アルファサファイアではライバルのミツルがポケモン対戦ガチ勢になるんだけど、その時のパーティにも入ってるんだぜ。公式お墨付きなのね。次に紹介するのは鬼氷、ルビーサファイアエメラルドから登場するポケモンだぜ。見た目は強そうだわ。確かにな。だが鬼氷の種族値は全て80で、見た目に反してバランス寄りなんだ。それってどうなの？氷タイプは弱点が多くて役割が持ちづらいから、バランスの良い種族値を活かすような運用はできなかったんだぜ。そして同世代にはレジアイスっていう強力なライバルがいて、火力、耐久面で負けてしまっていたんだ。マリルリ同様、対戦には不向きだったのね。ああ。続く第4世代、ダイヤモンドパールプラチナでは同タイプにグレイシアというライバルも登場した挙句、分岐進化の雪目の子は、素早さが高くゴーストタイプも付与されるから、ますます使用する意義が問われるようになってしまった。鬼氷はいつ救われるの？第5世代からだな。隠れ特性村っ気が追加され、これを武器に以降の世代は戦っていくことになる。そんなに強い特性なの？ああ。この特性の強みは回避率が上昇する可能性もあるという点で、相手を運ゲーの泥沼に引きずり込むことができるんだ。運ゲーなの？これが第6世代で主流だった技構成なんだけど、守ると身代わりでターン数を稼ぎ、村っ気の試行回数を増やし、回避率の上昇を狙うのが鬼氷の基本的な立ち回りだ。なんだか使うのが難しそうだわ。守ると身代わりを交互に打つだけだからそんなに難しくないぜ。鬼氷の強さが認知され始めると、ヘビにラミやリフレクター、光の壁を覚えた邪狼だと組み合わせた邪狼氷や、三日月の前で鬼氷を再展開できる、クレセ氷という構築まで現れるようになった。たくさん使われるようになったのね。ああ。邪狼氷はヘビにラミの麻痺で行動不能を狙える点も鬼氷と相性が良く、運ゲーに拍車をかける一因でもあった。鬼氷は相手に運ゲーを強いることができる点から害悪認定されてるんだけど、第4世代までを思うと、まさに魔改造という言葉がふさわしいと思うぜ。確かにそうね。
ちなみに剣盾では回避率、命中率が村っ気の対象から外れて弱体化されたんだぜ。この仕様変更で安心した人は多いだろうな。お次は海竜だ。初代の赤緑からいる、600族の元祖だな。この子って不遇なの。種族値の割には第4世代まで活躍の場がなかったポケモンなんだぜ。へえ、知らなかったわ。初代の話からするとしよう。赤緑時代の公式大会である任天堂カップのルールは、合計レベルが155以下になるように、レベル50以上55以下のポケモンを3匹選ぶ。っていう内容だったんだ。それが何か関係するの？海竜の進化レベルは55だから、公式大会に出す場合、他のポケモンが50レベル固定になってしまうんだ。それでも強かったら良くない？まあそうなんだけど、初回に開かれた1997年の大会ではケンタロスが圧倒的な猛威を振るっていて、海竜を手持ちに組み込むと、レベル50のケンタロスしか採用できなくなってしまい、ミラー戦で著しく不利になってしまうんだ。海竜でケンタロスに勝てないのかしら？ケンタロスは3割で相手を凍らせる吹雪が標準装備だったから厳しいな。そして初代では、この大会を最後に公式大会への出場が不可能となった。なんで？第2回の任天堂カップ98では1から30レベルのポケモンしか参戦できず、第2回の任天堂カップ99では、決勝大会で使われたポケモンの使用禁止というルールが加わったからだ。1名のトレーナーが海竜を使用していたため、出場権を失ってしまった。残念だわ。続く第2世代の公式大会でも合計レベルの問題が立ちふさがったほか、第3世代では同タイプで優秀な特性威嚇を持つボーマンダが登場した上に、50レベルのポケモンしか参加できないというルールで事実上出禁となってしまうんだ。不遇な運命をたどった海竜だったが、第5世代で壊れ特性マルチスケールを手に入れ、今度は環境のトップメタに躍り出ることとなる。マルチスケールって、HP が満タンの時に受けるダメージが半分になるんだ。この特性のおかげで、4倍弱点の氷技でもタイプ不一致なら耐えられるようになったのは大きいな。ダメージが半分。他にも神速の優先度が上がり、1対1の勝負に強くなったこと。羽休めの習得で、マルチスケールを何度でも活かせるようになったことなんかも強みの一つだぜ。マリウリ、鬼氷もそうだけど、特性一つで世界が一気に変わるのね。そうだな。同じ特性をもらったルギアも、マルチスケールがなかったらボックスの隅で眠り続けてたかもしれないな。怖い世界だわ。レックーザは第3世代、ルビーサファイアエメラルドで登場した伝説のポケモンだな。伝説って全部強いんじゃないの？そうとも言い切れないぜ。レックーザはさっき紹介した海竜に第5世代の時点では負けていたと言えるだろう。なんで？まずは不遇すぎた特性について触れよう。ルビーサファイアエメラルドで登場した伝説はレックーザの他にグラードン、海オーガがいる。この2匹は天候を操る特性の日照り、雨降らしを与えられたんだが、レックーザが得た特性は天候を無効化する特性だったんだ。天候を操るのと無効化するのって一緒ぐらいの強さに見えるけど、雨、晴れは天候で味方のサポートができる点でエアロックに大きく勝っている。それにエアロックはコダックの特性能天気と同じ効果で、名前がかっこいいだけなのもがっかり要素の一つだな。コダックと一緒って聞くと弱そうな気がしてきたわ。グラードンや海オーガの特性も、第5世代以降では一般ポケモンに配られていくんだけど、少なくとも当時はプレミア感の強い特性であったことは間違いない。次に覚える技についてなんだが、アイデンティティの神速が海竜と丸かぶりしてしまうんだ。海竜の特性はめちゃくちゃ強いのよね。そうだ。竜の舞と神速を両立できるドラゴンとしての地位は海竜が完全に上で、伝説としてはかなり悲惨な立ち位置だったんだ。レックーザはどういう強化が施されたの？第6世代、オメガルビーアルファサファイアで追加されたメガ進化が超強力だったんだ。超強力？メガ進化っていうのは対戦中に合計種族値を100上げられるシステムのことで、対応するメガストーンを持たせなければメガ進化できないことから、持ち物が縛られるんだけど、レックーザは画量転生っていう専用技を覚えていれば、メガ進化できる仕様だったんだぜ。持ち物を自由に持たせられるってこと？そうだ。命の玉、気合のたすきといったアイテムを持たせられるのは非常に大きい。この仕様はレックーザだけに与えられたもので、まさに救済という言葉がふさわしいぜ。救われてよかったわ。いや、まだ強化はあるぜ。まだあるの？メガ進化すると今までネタにされていたエアロックから、デルタストリームという壊れ特性に変わるんだぜ。飛行タイプの弱点がなくなるほか、
始まりの雨、終わりの大地以外の天候変化が無効になるっていう内容で、伝説最弱候補から一気に最強候補に上り詰めることとなった。ちなみに第8世代ではメガ進化が廃止され、おとなしくなったぜ。最後に紹介するのはガルーラだ。レックーザ同様、メガ進化で化けたポケモンだな。この子はどんな不遇があったの？さっき説明したように、初代の大会ではケンタロスが猛威を振るったんだ。初代のケンタロスとガルーラの種族値はこんな感じで似ているものの、ほぼ全てのステータスでケンタロスに負けていることから、使用機会に恵まれなかった過去がある。そうなのね。ガルーラにとって不運だったのは、海遊と同じように任天堂カップ99への出場権もなかったことだ。1997年度の大会で優勝したプレイヤーが唯一ガルーラを採用していたんだぜ。優勝者の人はなんでガルーラを使ったのかしら。推測だが、タイプ1吹雪を打てるフリーザーに刺さる岩なだれを、高く評価したんじゃないかと思うぜ。初代だと追加効果のひるみがないものの、ケンタロスが覚えない技で、差別化を図る数少ない手段の一つでもあるからな。第2世代以降は技や特性の追加でじわじわと強化され、ついに第6世代で転機が訪れる。もしかしてメガ進化？正解だ。ガルーラがメガ進化した際、特性は親子愛に変わるんだが、同じ技を1ターンに2回攻撃できるっていう効果が凶悪すぎたんだ。1ターン2回行動。メガガルーラの種族値がこれなんだけど、親子愛と性格個性を込みで計算するとこうなる。めちゃくちゃ上がってるわ。さらに追加効果も2回発動するから、攻撃力を1段階上げるグローパンチの採用は定番で、他には 51% でひるみを狙える岩なだれ、タイプ一致の恩返しや、相手を削り切る不意打ちが多く採用された。何か対策ってなかったの？親子愛は接触判定が2回あるから、グローパンチをゴツゴツネット持ちのガブリアスや、ナストレイで受けることでスリップダメージを狙うことが対策として存在したぜ。だがこんなもので終わるメガガルーラではなかった。これらのポケモンが流行してから、メガガルーラ側は大文字や冷凍ビームを持つようになったんだぜ。特殊型のガルーラはクレセリアで受けが成立するものの、今度は確実に 50×2 で100ダメージ与えられる地球投げ、シャドウボールが搭載されるようになった。こんな具合にイタチごっこが始まり、結局対策という対策が出ないまま第6世代は終焉を迎えたんだ。第7世代ではどうなったの？ガルーラの子供が与えるダメージが2分の1から4分の1に縮小され、親子愛自体が弱体化されたんだ。この調整によってメガガルーラは環境の中心ではなくなったものの、依然として対策必須であったことから、いかに第6世代のメガガルーラが壊れていたかがわかるぜ。そんなに強かったのね。ゲームフリークの森本さんは弱体化に関して、ガルーラには申し訳ないことをした。強いことで他のポケモンの可能性を摘み取ってしまうのは良くない。という言葉を残しており、公式も認めるほどの魔改造っぷりだったみたいだぜ。今回は魔改造されたポケモンを見てきたけど、レイムどうだった？最後の森本さんの言葉を聞いて、ポケモンを強くしたり弱くするのにもいろんな事情があるんだなって思ったわ。対戦環境を盛り上げるためにはやっぱり強いポケモンも必要だから、そこら辺の調整ってすごく難しいんだろうな。今回取り上げた以外にも強化されたポケモンはたくさんいるから、ぜひコメント欄で思い出を語ってくれよな。魔改造されたポケモンに苦しめられた経験がある人は、高評価、チャンネル登録もよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。